葉桜とまてき、桜が散ってこのように葉桜の頃になれば、私はきっと思い出します。とその老婦人は物語る。今から35年前、父はその頃まだ存命中でございまして、私の一家と言いましても、母はその7年前、私が13の時にもう他界なされて、あとは父と私と妹と3人きりの家庭でございましたが、父は私が18、妹16の時に島根県の日本海に沿った人口2万余りのあるお城下町に中学校長として赴任してきて、学校の借家もなかったので、町外れのもうすぐ山に近いところに一つ離れてポツンと立っているお寺の離れ座敷を2部屋拝借して、そこにずっと6年目に松江の中学校に赴任になるまで住んでいました。私が結婚いたしましたのは松江に来てからのことで、24の秋でございますから、当時としては随分遅い結婚でございました。早くから母に死なれ、父は頑固一徹の学者気質で、世俗のことにはとんと疎く、私がいなくなれば一家の切り回しがまるでダメになることが分かっていましたので、私もそれまでにいくらも話があったのでございますが、家を捨ててまでよそへお嫁に行く気が起こらなかったのでございます。せめて妹さえ丈夫でございましたならば、私も少し気楽だったのですけれども、妹は私に似ないで大変美しく、髪も長く、とてもよくできるかわいい子でございましたが、体が弱く、その城下町へ赴任して2年目の春、私が20歳、妹18で、妹は死にました。その頃のこれはお話でございます。妹はもうよほど前から行けなかったのでございます。腎臓結核という悪い病気でございまして、気のついた時には両方の腎臓がもう虫食われてしまっていたのだそうで、医者も100日以内とはっきり父に言いました。どうにも手の施しようがないのだそうでございます。1月経ち2月経って、そろそろ100日目が近くなってきても、私たちは黙って見ていなければいけません。妹は何も知らず、割に元気で、終日寝床に寝たきりなのでございますが、それでも陽気に歌を歌ったり、冗談言ったり、私に甘えたり、これがもう3、40日経つと死んでゆくのだ、はっきりそれに決まっているのだと思うと、胸がいっぱいになり、送信後縫い針で突き刺されるように苦しく、私は気が狂うようになってしまいます。3月、4月、5月、そうです。5月の半ば、私はあの日を忘れません。野も山も新緑で、裸になってしまいたいほど暖かく、私には
新緑がまぶしく、目に力が痛くって、一人いろいろ考え事をしながら、帯の間に片手をそっと差し入れ、うなだれて野道を歩き、考えること考えること、みんな苦しいことばかりで、息ができなくなるくらい、私は身もだえしながら歩きました。どーんどーんと春の土の底の底から、まるで10万億度から響いてくるように、かすかなけれども恐ろしく幅の広い、まるで地獄の底で大きな大きな太鼓でも打ち鳴らしているような、おどろおどろした物音が絶え間なく響いてきて、私にはその恐ろしい物音が何であるかわからず、本当にもう自分が狂ってしまったのではないかと思い、そのまま体が凝結して立ちすくみ、突然わーっと大声が出て、立っていられずペタンと草原に座って思い切って泣いてしまいました。後で知ったことでございますが、あの恐ろしい不思議な物音は日本海大海戦軍艦の大砲の音だったのでございます。東郷監督の命令一下で露国のバルチック艦隊を一挙に撃滅なさるための大激戦の最中だったのでございます。ちょうどその頃でございますものね。海軍記念日は今年もまたそろそろやってまいります。あの海岸の城下町にも大砲の音がおどろおどろ聞こえてきて、町の人たちも生きた空がなかったのでございましょうが、私はそんなこととは知らず、ただもう妹のことでいっぱいで、半気違いのありさまだったので、何か不吉な地獄の太鼓のような気がして、長いこと草原で顔も上げずに泣き続けておりました。日が暮れかけてきた頃、私はやっと立ち上がって、死んだようにぼんやりなってお寺へ帰ってまいりました。姉さんと妹が呼んでおります。妹もその頃は痩せ衰えて力なく、自分でもうすうすもうそんなに長くないことを知ってきている様子で、以前のようにあまり何かと私に無理難題言いつけて甘ったれるようなことがなくなってしまって、私にはそれがまた一層つらいのでございます。姉さん、この手紙いつ来たの？私ははっと胸をつかれ、顔の血の気がなくなったのを自分ではっきり意識いたしました。いつ来たの？妹は無心のようでございます。私は気を取り直して、ついさっきあなたが眠っていらっしゃる間に、あなた笑いながら眠っていたわ。あたしこっそりあなたの枕元に置いといたの、知らなかったでしょ？ああ、知らなかった。妹は夕闇の迫った薄暗い部屋の中で白く美しく笑って、姉さん、あたしこの手紙読んだの。おかしいわ。あたしの知らない人なのよ。知らないことがあるものか。私はその手紙の
差出人の MT という男の人を知っております。ちゃんと知っていたのでございます。いいえ、お会いしたことはないのでございますが、私がその5、6日前、妹のタンスをそっと整理して、その折に一つの引き出しの奥底に一束の手紙が緑のリボンできっちり結ばれて隠されているのを発見いたし、いけないことでしょうけれども、リボンをほどいて見てしまったのでございます。およそ30通ほどの手紙、全部がその MT さんからのお手紙だったのでございます。もっとも手紙の表には MT さんのお名前は書かれておりませぬ。手紙の中にちゃんと書かれてあるのでございます。そうして手紙の表には差出人としていろいろな女の人の名前が記されてあって、それがみんな実在の妹のお友達のお名前でございましたので、私も父もこんなにどっさり男の人と文通しているなど夢にも気づかなかったのでございます。きっとその MT という人は用心深く妹からお友達の名前をたくさん聞いておいて、次々とその数ある名前を用いて手紙をよこしていたのでございましょう。私はそれに決めてしまって、若い人たちの大胆さに密かに舌を巻き、あの厳格な父に知れたらどんなことになるだろうと身震いするほど恐ろしく、けれども一通ずつ日付に従って読んでゆくにつれて、私までなんだか楽しくウキウキしてきて、時々はあまりのたわいなさに一人でクスクス笑ってしまって、おしまいには自分自身にさえ広い大きな世界が開けてくるような気がしていました。私もまだその頃は20歳になったばかりで、若い女としての口には言えぬ苦しみもいろいろあったのでございます。30通余りのその手紙をまるで谷川が流れ走るような感じでぐんぐん読んでいって、去年の秋の最後の一通の手紙を読みかけて思わず立ち上がってしまいました。雷電に打たれた時の気持ちってあんなものかもしれませぬ。のけぞるほどにぎょっといたしました。妹たちの恋愛は心だけのものではなかったのです。もっと醜く進んでいたのでございます。私は手紙を焼きました。一通残らず焼きました。MT はその城下町に住む貧しい家人の様子で、卑怯なことには妹の病気を知るとともに妹を捨て、もうお互い忘れてしまいましょうなど残酷なこと、平気でその手紙にも書いてあり、それっきり一通の手紙もよこさないらしい具合でございましたから、これは私さえ黙って一生人に語らなければ、妹はきれいな少女のままで死んでゆける。誰もご存じないのだと私は苦しさを胸一つに収めて、けれどもその事実を知ってしまってからはなおのこと妹がかわいそうで、いろいろ奇怪な空想も浮かんで、
私自身、胸がうずくような甘酸っぱい、それは嫌な切ない思いで、あのような苦しみは年頃の女の人でなければわからない生き地獄でございます。まるで私が自身でそんな浮き目にあったかのように、私は一人で苦しんでおりました。あの頃は私自身も本当に少しおかしかったのでございます。姉さん、読んでごらんなさい。何のことやら私にはちっともわからない。私は妹の不正直を心から憎く思いました。読んでいいの？そう小声で尋ねて、妹から手紙を受け取る私の指先は当惑するほど震えていました。開いて読むまでもなく、私はこの手紙の文句を知っております。けれども私は何食わぬ顔をしてそれを読まなければなりません。手紙にはこう書かれてあるのです。私は手紙をろくろく見ずに声立てて読みました。今日はあなたにお詫びを申し上げます。僕が今日まで我慢してあなたにお手紙差し上げなかったわけは、すべて僕の自信のなさからであります。僕は貧しく無能であります。あなた一人をどうしてあげることもできないのです。ただ言葉で、その言葉にはみじんも嘘がないのでありますが、ただ言葉であなたへの愛の証明をするより他には何一つできぬ僕自身の無力が嫌になったのです。あなたを一日も、いや夢にさえ忘れたことはないのです。けれども僕はあなたをどうしてあげることもできない。それが辛さに僕はあなたとお別れしようと思ったのです。あなたの不幸が大きくなればなるほど、そうして僕の愛情が深くなればなるほど、僕はあなたに近づきにくくなるのです。お分かりでしょうか。僕は決してごまかしを言っているのではありません。僕はそれを僕自身の正義の責任感からと説いていました。けれどもそれは僕の間違い。僕ははっきり間違っておりました。お詫びを申し上げます。僕はあなたに対して完璧の人間になろうと我欲を張っていただけのことだったのです。僕たち寂しく無力なのだから、他に何にもできないのだから、せめて言葉だけでも誠実込めてお送りするのがまことの健常の美しい生き方であると僕は今では信じています。常に自身にできる限りの範囲でそれを成し遂げるように努力すべきだと思います。どんなに小さいことでもよい。タンポポの花の一輪の贈り物でも決して恥じずに差し出すのが最も勇気ある男らしい態度であると信じます。僕はもう逃げません。僕はあなたを愛しています。毎日毎日歌を作ってお送りします。それから毎日毎日あなたのお庭の塀の外で口笛吹いてお聞かせしましょう。明日の晩の6時には早速口笛軍艦マーチ吹いてあげます。僕の口笛はうまいですよ。今のところそれだけが僕の力でわけなくできる奉仕です。お笑いになってはいけません。いや、お笑いになってください。元気でいてください。神様はきっとどこかで見ています。僕はそれを信じています。
あなたも僕も共に神の長子です。きっと美しい結婚できます。まちまちて今年咲きけり桃の花、白と聞きつつ花は紅になり。僕は勉強しています。すべてはうまくいっています。ではまた明日、MT。姉さん、あたし知っているのよ。妹は澄んだ声でそうつぶやき。ありがとう、姉さん。これ、姉さんが書いたのね。私はあまりの恥ずかしさに、その手紙、ちりじりに引き裂いて、自分の髪をくしゃくしゃ引きむしってしまいたく思いました。いても立ってもおられるとは、あんな思いをさして言うのでしょう。私が書いたのだ。妹の苦しみを見かねて、私がこれから毎日 MT の筆跡を真似て、妹の死ぬる日まで手紙を書き、下手な和歌を苦心して作り、それから晩の6時にはこっそり塀の外へ出て口笛吹こうと思っていたのです。恥ずかしかった。下手な歌みたいなものまで書いて恥ずかしゅうございました。身も世もあらぬ思いで、私はすぐに返事もできませんでした。姉さん、心配なさらなくてもいいのよ。妹は不思議にも落ち着いて、崇高なくらいに美しく微笑していました。姉さん、あの緑のリボンで結んであった手紙を見たのでしょう。あれは嘘。あたし、あんまり寂しいから、おととしの秋から一人であんな手紙書いて、あたしに当てて投函していたの。姉さん、バカにしないでね。青春というものはずいぶん大事なものなのよ。あたし、病気になってからそれがはっきり分かってきたの。一人で自分宛ての手紙なんか書いてるなんて汚い、浅ましい、バカだ。あたしは本当に男の方と大胆に遊べばよかった。あたしの体をしっかり抱いてもらいたかった。姉さん、あたしは今まで一度も恋人どころかよその男の方と話してみたこともなかった。姉さんだってそうなのね。姉さん、あたしたち間違っていた。お利口すぎた。死ぬなんて嫌だ。私の手が、指先が、髪が、かわいそう。死ぬなんて嫌だ。嫌だ。私は悲しいやら怖いやら嬉しいやら恥ずかしいやら胸がいっぱいになりわからなくなってしまいまして、妹の痩せた頬に私の頬をぴったり押しつけ、ただもう涙が出てきて、そっと妹を抱いてあげました。その時、ああ、聞こえるのです。低く、かすかに。でも、確かに。軍艦マーチの口笛でございます。妹も
耳を澄ましました。ああ、時計を見ると6時なのです。私たち言い知れぬ恐怖に強く強く抱き合ったまま、身白ぎもせず、そのお庭の葉桜の奥から聞こえてくる不思議なマーチに耳を澄ましておりました。神様はいる、きっといる。私はそれを信じました。妹はそれから3日目に死にました。医者は首をかしげておりました。あまりに静かに早く息を引き取ったからでございましょう。けれども私はその時驚かなかった。何もかも神様のおぼしめしと信じていました。今は年取ってもろもろの物欲が出てきてお恥ずかしゅうございます。信仰とやらも少し薄らいで参ったのでございましょうか。あの口笛もひょっとしたら父の仕業ではなかったろうかと、なんだかそんな疑いを持つこともございます。学校のお勤めからお帰りになって隣のお部屋で私たちの話を立ち聞きして、不憫に思い原告の父としては一世一代の狂言したのではなかったろうかと思うこともございますが、まさかそんなこともないでしょうね。父が財政中なれば問いただすこともできるのですが、父が亡くなってもうかれこれ15年にもなりますものね。いや、やっぱり神様のお恵みでございましょう。私はそう信じて安心しておりたいのでございますけれども、どうも年取ってくると物欲が起こり、信仰も薄らいでまいっていけないと存じます。いかがでしたでしょうか。あの口笛は今は亡き父のものだったのか、それとも神のなせる技か、皆さんはどう思われたでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。面白かったと思われたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次のお話でお会いしましょう。